この部屋は3面が異なる窓を持つ開放性が特徴です。一日を通じて異なる光や景色が各窓から感じられます。お施主様のご両親や兄弟の方は荒川技研工業というワイヤーシステムの会社を立ち上げて、で今もお仕事をされています。その荒川技研工業のワイヤーシステムを使って今回空間を作りました。このワイヤーシステムは高さを変えたりとか組み替えたりとかフレキシブルに使えるようなそういうものです。今後の生活にも対応できるようなそういった仕組みができるのかなと思います。私は園田真二と言います。横浜で建築の設計をしています。この場所は東京駅から30分ぐらい電車で乗ってきて着く荻窪という場所で、とても閑静な住宅街とあと商店街とかがあってとても賑やかな場所です。この家は2階建ての住宅で、小さい頃はご両親と一緒に住まわれていましたけども、その後他の場所に移って住まわれてましたが、ご両親もご高齢になられて一緒に生活を共にするということを考えていく。それで今回のリフォームをすることになったという経緯です。2階部分にご両親がお住まいになって、1階部分にお施主様が生活をされるようになっています。改修する前は2つの部屋があって、その間に廊下があるようなそういった部屋でした。その2つの部屋と廊下を全部壁をなくして、前あった部屋の1つはキッチンのエリアになっていて、でもう1つの片方の部屋とあと廊下の部分はベッドルームに変わりました。で大きなワンルームに軽やかに分けるというようなことを考えました。You asked, and now it's finally here. Our new essential guide to your kitchen. Your complete small kitchen toolkit, packed with ideas, inspiration, and elegant practical solutions for all your small kitchen pain points. From colour, layout, and materials, to lighting, appliances, zoning, and storage, you'll learn how to maximise bench space, make your kitchen look and feel bigger, and even make it disappear. You'll also find smart ideas for flexible dining, multifunctional living, and making the most of every last inch. It's interactive too, with clickable links throughout, so you can jump straight to the video of a kitchen we're referencing. Whether you're a renter or a homeowner, doing a full-on renovation or just looking to make a few small but impactful improvements, we've packed everything we know into this guide to help you find your way to your dream kitchen, no matter how small it might be. Download your guide today and start working some never too small inspired magic into your kitchen. 部屋の入り口には障子の扉を設けてます。普通の障子ではなくて、台形の扉にしています。でその、紙を通して素材を通して光が入ったりとか、明るい扉のような形になっています。横にはすでにお持ちのタンスですけれども、それも置いてあって、寝室と隔てるようなパーティションとして障子のパーティションをつけてますと。でそこにはテレビ台も兼ねて一緒にワイヤーで吊るされたようなそういった仕掛けを作っています。テレビの前のスペースは広がりのあるスペースにしています。そこでお施主様はヨガであったりとか、いろんな活動をそこでするようにしています。キッチンは東側の窓の近くのコーナーに設けています。冷蔵庫を設置するときにはどうしても冷蔵庫の裏側が気になってしまいます。それを隠すために三角形の形の壁のようなものを設けました。その三角形が床の仕上げの切り替えのラインにもつながっていって、三角形の床のリノリウムの床を作っています。
キッチンの作りとしてはとてもシンプルで、ステンレスの塊のようなそういった印象のキッチンを入れています。3口のコンロと大きめのシンクというとても明快で使いやすいようなキッチンになっています。キッチンの上に円盤状の棚があります。その真下には照明が設置されています。キッチン全体を柔らかく明るく照らします。東側の窓の近くには食器棚を設けています。ワイヤーで吊るされているんですが、一点だけ木の塊のようなもので足を作っています。もともとこの土地にあった大きな樹木を伐採しなきゃいけなくなった時に切られて、それを大切に取っておかれたものです。食器棚の横にも本棚であったりとか物のオブジェを飾られる棚が設けられています。これらも同じようにワイヤーのシステムで設置しています。窓の前にも1本のピクチャーレールをリビングからベッドルームの方まで通しで流しています。このピクチャーレールからハンガーパイプであったりとかいろいろなものが吊るすことができるようにしています。ダイニングテーブルはとても使いやすいように若干低めの高さのものを選んでいただいています。そこでは食事はもちろんのこと、日々いろいろと作業をされたりとかお仕事をたまにされていたりとか、そういった多様な使われ方がするようなテーブルになっています。熱帯魚はとても明るい光はあまり好ましくないので、窓側にはあるんですけれども、窓のあるところを外して後ろに壁があるところに設置するようにしています。なのでおのずと3つある窓の間の壁のところに2つがそれぞれ水槽が設置できるようになりました。おせっさんの一番のお気に入りはこのすだれの見える景色です。すだれ越しの柔らかい光を感じるととても心地よく感じられるそうです。窓から外の庭に出ることができます。気候のいい時には窓越しに腰をかけて庭の景色を眺めたりすることもできます。日本庭園が広がっています。時々おせっさんは出て小鳥に餌をあげたりとかして楽しんで暮らしています。寝室はリビングから一段上がったところにあり、弾力のあるカーペットと円弧状のステップが柔らかな印象を作っています。リビングと寝室の間に一段上げることによって生活の空間から寝る空間へ気持ちを変えるような仕掛けを作っています。リビングと隔てる浮いた障子パーティションが青いタイルを張り、寝室としての落ち着きのある雰囲気を醸し出しています。壁側には一面クローゼットを設けています。クローゼットの上部の棚板も天井からワイヤーで吊るされています。その棚板からカーテンを吊るすことで中の洋服を隠します。西側に面した窓のそばには小さな台を設けています。おせっさまはそこに椅子を置いてメイクをしたりすることができるようになっています。トイレやバスルームや洗濯機は改修した部屋の手前の廊下に面してあります。同居されているご家族が共用で利用されています。
この部屋をデザインするにあたって視線の抜けであったり空間の広がりを意識しました。また自然の光の状態をどのように作るかということも大事にしています。小さい部屋を作るときには一部の収納、一部の窓、一部の壁など生活を支える建築的な部位をデザインするだけで住まいはより良いものに変わります。Sign up to our newsletter for subscriber-only content and exclusive offers. Visit nevertoosmall.com/subscribe.